装出来上がりました。当初、もう少し多少失敗するだろうなと思ったんですけど、大きな失敗なく、塗装完了することができました。宝塗料さん塗りやすかったですね。今回はこちらのサンバーを全塗装していきます。ハケとローラーですね。で、塗装していきたいと思います。どうせ足付けするんでね、この辺はちょっと大胆にやってますが、紐通していった方がひょっとしたら早いかもしれない。剥がせるものは剥がしていこうかなというところで、エンブレムをゴリゴリやってますが、硬いな。で、塗るペンキなんですけれども、バケツ、ハケとローラーで塗っていきたいと思います。で、こちらが宝塗料さんですね。ミルクティーベージュ、こちら3キロです。で、これがサンドカーキですね。サンドカーキは、バンパー下で、サンドカーキで、ミルクティーベージュ、こちらはボディですねにしていきたいなと思ってます。取れました。3番が取れた。実はこれ、かれこれ5年以上も前から温めていた企画なんです。正直になると、温めていたのではなく尻込みをしていたというのが正解です。2019年にこのサンバを中古で手に入れて、車中泊のカスタムが一区切りついた時から、次は絶対に全塗装するぞって仲間にも話していました。そこから 4,5 年、なぜこんなに重い腰が上がらなかったのか。理由はシンプルで、うまく塗れる自信が全くなかったからです。でもやりたい気持ちだけはずっとくすぶっていました。失敗してもいいや、一丁やってみよう、そう決意して塗料をポチったものの、段ボールが家に届いた時はさすがに緊張しましたね。でもこれで覚悟が決まりました。この塗料結構高かったですから、絶対に無駄にはできません。当初、これ外す予定だったんですけど、めんどくさくなったんで、ここはマスキングでいっちゃいたいと思います。そうなるかなと思ったんですけど、で、次は足付けですね。足付けは、ボディに、細かな傷をつけて塗料が乗りやすいようにしていく作業です。傷付けですね。そして数日前から始まった天気予報との激しいにらめっこ。何日で塗装を完了させられるかとの概算を出して、その間の天気を調べるんですが、この時期の天気予報は少しばかり残酷でしたね。なんといってもこの日は6月21日、梅雨のど真ん中からのスタートです。60でやってきます。番手60、これちっちゃいな。マキタのマルチツールで足付けですね。細かいところは手でやってきます。危なそうなところはね、こんな感じですね。あれ、心痛むぜ。この足付け作業ですが、実際にやってみて痛感したことがあります。人間どうしても自分の目線あたりは丁寧にやるんですが、車の下の方って思った以上にしっかり足付けできていないことが後々わかるんですよね。
もっとがっつりしゃがみ込んで下から覗き込むように作業すべきだったというのが大きな反省点です。特にサンバの下回りはプレスラインなどの凹凸も多いですし、何より一番泥跳ねや飛び石を食らう場所、ここをサボるとせっかく塗った塗料が後からペリペリ剥がれる原因になります。もしこれから挑戦する方がいたら、ぜひ筋トレだと思ってとにかく下回りこそ鬼のようにしゃがんで削る、これを声を大にしてお伝えしたいです。次ダッシュしていきます。使うのは、パーツクリーナーですね。こちらでダッシュしていきます。この脱脂作業をしている時に先ほどの足つけの甘さを発見しましたね。でも作業の後戻りってしたくないじゃないですか。足つけの甘さを見て見ぬふりをして、その代わり脱脂を目いっぱいしてみました。このパーツクリーナーを1本丸々使い切ったところで脱脂作業は完了としました。いよいよマスキングテープ貼りです。これが一番なんかみんなが言うには大変って言ってますけど、もう考えるだけで大変なのは分かりますね。じゃあ貼ってきます。いよいよみんなが大変だと豪語していたマスキング作業です。ここでも落とし穴がありましたね。僕は2種類のマスキングテープを持ってますが、白い方はダイソーで買ったマスキングテープで、緑色の方は DCM カーマで買ったマスキングテープです。ダイソーのマスキングテープは厚みが薄く、カーブなどの取り回しがいいということで先にダイソーを貼って、その後少しずらすようにカーマのマスキングテープを貼ったんです。おかげでマスキング作業はスムーズに進みました。貼ったマスキングテープは塗装の後剥がすんですが、ここで落とし穴に気づかされました。テープ圧の薄いダイソーのマスキングテープは端の方が破れて車のボディと塗装に残ってしまうんです。マスキングテープが剥がす時に塗装を持っていってしまうという話はよく聞きますが、まさかマスキングテープが塗装に持っていかれるとは思ってもみませんでしたね。マスキングテープにビニールがついたマスカーテープというものがありますが、今回はハケとローラーの塗装なので、あえてマスキングテープのみでの作業としました。そのためかどうか分かりませんが、このマスキング作業はそれほど苦にならなかったですね。いよいよ塗装ですね、していきたいと思います。これは、ミルクティーベージュです。宝塗料さんのなんか全体に少しずつやれば蓋は取れますっていうことなんでやってますが、取れましたね。もう塗料かなるほどなるほどなるほど、内蓋ついてないですね蓋を開けたらもうそこは塗料だったっていうことか。内蓋がついてない。こんな感じです。ハケとローラーは、ダイソーさんのハケとローラー買ってきました。で、ローラーはスモール取り替えようっていうことで2本、15センチですね。15センチのローラーです。
で、薄め方、水性塗料は0から 10%。なんかね、でも、ホームページとか見てたら、5% から 10% 薄めろって言ってたんです。ちょっと、これには0から 10% って書いてありますね。うわ、しまった。どうしても垂れる。どうしても垂れるか。結構ね、宝さん、YouTube やってて、宝さんの YouTube 見ると、結構シャビシャビなんだよな。5% って言うとこれぐらいだね。ほんとかよ。最初の一塗り行ってみますか。マスキングをした翌日、いよいよ塗装という日に風速4から5メートルということで、その日は塗装を諦めました。諦めてよかったですよ。天気予報にはなかった小雨まで降りましたからね。この日は風速3メートルで天気は曇り、あと2日で仕上げないと25日からは連日大雨の予報なんです。雨が降る前に乗り切れるか、風速3メートルのタイムリミットに挑みます。1回目塗り終わったところです。ムラムラですけれども、多少っていうか垂れてるところもありますね。一発目こんなもんじゃないでしょうか。結構ね、大胆にいった方がうまくいくかもしれないですね。アウターハンドルのあたり、こんな感じ。もうここはハケで塗るしかないですね。ローラー入んないんで。では2回目塗っていきましょう。風速4から5メートルだと砂ぼこりが噛んだり塗装が乾きすぎたりするので、屋外塗装は風速3メートル以下を見極めるのが鉄則らしいです。一気に広く塗らず、ドア1枚、フェンダー1枚とパーツごとに仕上げていくのが風に負けないプロの技です。と宝塗料さんが言ってたような言ってなかったような。このマスキングテープ剥がしですが、この作業が一番好きでしたと全塗装をしたことのある方たちの多くが言ってました。僕の場合、前述したようにダイソーのマスキングテープが塗装に持ってかれてなかなか剥がしづらかったです。なんならこのマスキングテープ剥がしが今回の作業の中で嫌になるもののトップでした。塗装作業でダイソーのマスキングテープは使うなと2日前の自分に言いに行きたい気分です。この塗装ですが、実は5度の重ね塗りをしました。そのせいで前に塗った塗料が乾いてしまってマスキングテープが剥がれづらかったというのもあったかもしれません。上、右肩のページ塗り終わりましたので、このラインですね。このラインから、今度サンドカーキ、こんな感じの色です。これを塗っていきます。ここで宝塗料さんのアフターケアの話になりますが、全塗装したからってクリアを塗るのは NG です。宝塗料はそれ単体で UV カットや防水性能が完成しています。クリアを塗ると極上の艶消しが台無しになります。マット塗装はワックスが厳禁、部分的にテカって大ムラになります。日頃の手入れは普通の水洗いや食器用洗剤で丸洗いが一番きれいに維持できますと宝塗料さんが言ってました。
社外品のプラスチックバイザー、そのまま戻すと色が浮いちゃうと思ったのでツートンの下側サンドカーキで塗っちゃいます。バイザーは保安基準上外装パーツ扱い、不透明な色で塗っても車検は問題なく通ります。ただし視界の死角だけは自己責任で要チェックです。ステンシルペイントは自他ともに認める失敗作でした。細いハケで叩き塗りしましたが、もしかするとスポンジでポンポンした方が良かったかもしれません。ステンシルの上手な方、ぜひコメントでコツなどを教えてください。最大積載量 350kg は茶色の油性マジックで直書きしました。出来上がりました。当初、もう少し多少失敗するだろうなと思ったんですけど、大きな失敗なく、塗装完了することができました。タカラ塗料さん塗りやすかったですね。ざっと車体上側ミルクティーベージュ 3kg、 下側サンドカーキ 1kg を購入してどちらも半分ほど余りました。5回ほどの重ね塗りです。水性塗料なので水で薄めて塗りました。で、気になるのがこういうねステンシルはヘナチョコですけど、もっと運転席の方が何が何だか分からへんみたいな、こういうのはありましたね。あと僕の字の下手さもありますけれども、最大積載量 350kg、 これはマジックで書きました。100均で売ってたちょっとアースカラーっぽい、茶色ですねのと、これですね、ダイソーの、マスキングテープがこんな感じで残りました。多少肌の方は見えますかね。なるべく、ローラー跡を残すように塗装してみました。で見えますかね。これですね、マスキングテープ剥がした時に、塗装も一緒に持ってかれました。そんなに目立つ場所ではないですが、こんな感じです。仕上がりに満足です。最後までご視聴ありがとうございました。コメントなどで感想をいただけると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。中村ソロカーキャンピング JP でした。ではまた。